花の形、生命の交際。ピエール・オーギュスト・ルノワールの作品、バラ。ピエール・オーギュスト・ルノワールは、印象派の巨匠として名高いが、その画業は印象派の範疇にとどまるものではない。生涯を通じて追求し続けたのは、対象に宿る美のエッセンスと、人間や自然が持つ生命の輝きを画面に昇華させることであった。とりわけ、1890年頃のルノワールの絵画に見られる生物画の展開は、印象派の明るい筆致を継承しつつ、より深い絵画的構築性と感性的豊穣さを融合させたものとして注目される。本校にて扱う、バラ、オルセー美術館所蔵は、そのような時期に描かれた一枚であり、静筆かつ濃密な色彩の中に、花というモチーフの限りない変装を展開している。2025年に三菱一号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠では、ルノワールとセザンヌという二人の画家の視線が交錯する中で、この作品も重要な役割を果たすだろう。以下では、このバラが表す造形と言語の問題、美の哲学、そしてルノワールの画業全体における位置づけについて詳細に論じていく。絵画史において、花は古来より象徴的、装飾的な意義を担ってきた。とりわけバラは、愛に、儚さ、女性性、官能、さらには宗教的な純潔や純教をも象徴する重層的なモチーフである。ルノワールがこのような題材を選んだことは、単なる生物画としての意匠ではなく、彼の美的理念そのものの具現化であったと言える。1890年頃という時期は、ルノワールにとって転機の時期である。すでに印象派的なスタイルを脱しつつあり、より構築的な形態、滑らかな表面処理、そして古典的な美の復興を志向していた時期である。彼がバラを描くことは、単なる花の美しさを捉える試みではなく、それを通して人間の官能的感受性と自然の継承を統合する新たな画風を模索する鋭意であった。バラの画面において、まず見る者の目を引くのは、花びらの豊かな色彩の響きと、それが画面全体に及ぼす柔らかな広がりである。中心に描かれたバラは、開花の瞬間を永遠に止めたかのように生々しく、赤やピンク、白の濃淡が幾重にも重ねられている。その色彩は単なる色の再現にとどまらず、光と空気の流れをも巻き込みながら、画面に生命を吹き込んでいるように見える。背景はあえて単純化されており、柔らかな茶褐色や快緑色によって彩られている。これにより、花の持つ色彩のバイブレーションが一層際立つ効果を生み出している。このような処理は、背景をぼかして主題を浮かび上がらせるという印象派の技法を継承しつつ、同時にルノワールの構成主義的な思考を示していると言えよう。筆致は、印象派的な細かいタッチからやや離れ、より滑らかで緻密な処理がなされている。花弁の一つ一つが、あたかも陶磁器のような質感を持ち、光を内包するかのような艶やかさをたたえている。筆跡の存在を感じさせながらも、それが自己主張することなく、モチーフの魅力を支える構造の一部として機能している点に、晩年に至るルノワールの筆致への革新が見て取れる。ルノワールにとって、色彩とは単なる表層ではなく、対象が発する内的なリズムであり、見る者の感性に直接訴える力を持っていた。バラの花びらのグラデーションは、まるで人肌のような柔らかさを持ち、光の具合によって色が溶け合うように感じられる。これはルノワールが女性像を描くときと同じような官能的感覚が生物にも応用されている少佐である。彼が描く花は単なる植物学的記録ではなく生きた存在としての花である。花は咲き、やがてしおれ、枯れていくが、その一瞬の実にこそ永遠の輝きが宿る。ルノワールはそうした刹那の美を捉えることで、見る者に感覚の喜びを喚起させようとした。とりわけこのバラにおいては、視覚的快楽の純粋化が極めて高い水準で達成されている。構図の簡潔さと色彩の豊かさのバランス、マチエールの滑らかさ、筆致の抑制が織りなすハーモニーは、ルノワールが到達した視覚史とも呼ぶべき境地を示している。ルノワールの花の絵は、しばしば人物画と比較される。
特に、バラの花びらの重なりや丸みには、女性の体を思わせる柔らかさや生めかしさが宿っており、見る者の記憶や感覚を喚起する装置として機能する。つまり、バラは生物でありながら人物画的な身体性を内包するというルノワールならではの逆転的構図を体現している。2025年三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた2人の巨匠は、ルノワールとセザンヌという一見対照的な画家の作品を併置し、19世紀末から20世紀初頭にかけての美術の変革期における彼らの貢献を再評価するものである。その中で、このバラが果たす意義は極めて大きい。セザンヌがリンゴ、野生物で追求したのは、形の堅牢さ、色彩の関係、そして空間の闘魚であったのに対し、ルノワールのバラは、より感覚的、官能的なアプローチである。どちらも生物画でありながら、対象への眼差しは全く異なる方向を向いている。すなわち、セザンヌが、見るとは構築することであるとするなら、ルノワールは、見るとは感じることであった。この対比は、展覧会全体を通じて通奏低音のように響くテーマであり、バラはその象徴的な作品として、見る者に問いを投げかける。すなわち、美とは何か、見るとは何か、感じるとは何か、と、ピエール・オーギュスト・ルノワールのバラは、その小さな画面の中に、彼の芸術思想のエッセンスを凝縮させた作品である。華やかさの背後には、花が持つ儚さと、感覚の絶対的瞬間が封じ込められており、それゆえに見る者の心を打つのである。セザンヌが自然を円筒、球、円錐によって処理することを求めた一方で、ルノワールは自然の中にある柔らかさ、温かさ、愛おしさを描こうとした。どちらの方向も20世紀以降の芸術にとって欠かせぬ礎となり、以降のモダンアートに多大な影響を与えた。バラは、そのようなルノワールの到達点を示すだけでなく、芸術における感覚の復権という課題を私たち現代人に改めて喚起する装置でもある。この作品が再び日本において公開される意義は、単なる歴史的美術品の展示にとどまらず、美と性の原点を見つめ直す貴重な契機となるであろう。